では今日もよろしくお願いします。はい、どうぞよろしくお願いいたします。今日のテーマがですね、はい。運命の人と出会った時のサインっていうテーマなんですけど、はい。こう人生を歩む中でこうどんな人と出会っていくかでこう人生って大きく変わると思うんですけど、はい。ただその人が自分にとってどう影響するかは出会った瞬間は分からないと思うんですけど、こう和尚さんの視点でこう新しい人との出会いについてはどういった感覚とかあり方が重要だと思われますか？そうですね。出会った人が必要か必要じゃないかっていうふうに捉えていくと、自分の人生にとっては絶対必要な人なんですよね。だから嫌いな人でも好きな人でもそうなんですけど、じゃあ絶対必要っていうのは無駄な出会いっていうのはないと思います。何かしらやっぱり自分にとって、何か知識とか知恵とか、嫌いな人、例えば嫌いな人だったとしたら、こういうことやっちゃダメだよとか、反面教師って言葉ありますけども、こういうふうに考え事したりこういうふうな態度を取っちゃダメだよっていうのを教えてくれてる人なんじゃないかな。だから全てがおかげさまの出会いやと思うんですよ。だから好きな人は好きな人で、いい人悪い人いるかもしれませんけども、今の自分にとっていい人はさらに自分を良くするために育ててもらえるご縁やと思いますし、逆に苦手な人とか嫌いな人やったら反面教師って言われているように、こういうことをしちゃダメだよとか、こんな人にこんなことしてたらダメだよっていうのを教えてくれてる人なんじゃないかなと。だからどっちにしても必要じゃないっていうよりも、損得で考えるよりね、もう比べようのない縁で結ばれてるんじゃないかなと思います。はい。そう考えるとついつい、僕の場合とかは損得ベースでこう人とこう出会った時に、これは人は自分にとってどう役に立ってくれるのかぐらいのやっぱ損得で見てるような気はしてて、でお嬢さんの場合はそこっていうよりはもっとなんかフラットな感じってことですか？そうですね。なんか僕らもめちゃめちゃいろんな人たち出会わせていただいたご縁が今まであったわけですけど、本当に最初はね、おっしゃるように損得的なことで考えてたの、それが普通やと思います。なんか得あるんかなじゃないけども、何の役に立つんかなみたいなね、こんな人に出会わなければよかったみたいな人ももちろんいたわけですけども、でもそういうのをやっぱそういう出会いを繰り返してきた結果、やっぱ思うのはね、損はないなと。結局その人に出会ったことで、そういうふうになっちゃいけないんだっていうことも学ばせていただいたのもありますし、こういうふうになってみたいっていう人との出会いももちろんあるっていうことは、無駄な知識や知恵、無駄なご縁っていうのは一つもないなと思います。自分にとってどっちかって言ったら全てが得になってる縁がやっぱ結ばれてるなって、だから不必要なこと縁っていうのはやっぱりないような気がしますね。全部自分にとっては、結果オーライではないですけど、その結果的に未来で考えれば、ああいう嫌な出来事があったおかげでって言える自分が発見できた時は、それを完全に乗り越えている自分っていうものを見つけることができます。でも誰かのせい、例えばああいう人に出会ったせいでこないなってしもたっていう自分がおった時には、なんかやっぱり自分がまだ至ってないなっていう自分を発見できたり、なんかそういうので自分はどんどん知識や知恵を積み重ねてきた気がしますね。でおかげさまって言えるようになった時には、もうそういうことは気にならなくなってよ、一つの課題を乗り越えてきた自分を見つけることができましたし、いやあいつのせいでとか、ああいう出来事があったせいで私こないなってしもてるみたいなトラウマチックなね、自分ももちろんいた時期もありましたけど、でもそれをトラウマみたいになってる自分を見た時は、まだまだ自分が足りてないなという自分を発見できたと思います。だから不必要な出会いっていうのは全くないんだなと。どちらかっていうと、自分を成長させてくれるご縁、それをプラスかマイナスで評価してしまってる自分がいるから、なんか比べてしまうんで、でもその時にはって思うこともありますけどね。だけど結果的にはそれを乗り越えることができたら、どうコミュニケーションを取っていいかとか、どういうふうにその人と対面してね、お話できるかとか、どういうふうにうまくその人とお付き合いしていくかっていう、その頭を一生懸命回転させてることによって、
そういうものが気にならなくなってくる自分っていうものがおったりとか、そうしてるうちにいろんな人たちと出会いがたくさんの出会いが起きてきたような気がします。はい、人生に対する深いところでの感覚を持ってたら、確かにそういういろんな人の出会いがむしろ自分の人生をより良くしてくれるっていう風に見えるのかな。だから育ててくださってるご縁が人と人のつながりじゃないかなと思います。はい、例えば逆に人の出会いが損得がかなり強い場合、その人と出会うのって一つ怖い部分もあるなと思うんですよ。ああ、なるほど。そういうのがちょっと薄まっていくものなんです。そうですね。全てなんか得した気分になれるっていうか、今日はどんな人と出会えるのかなとか、なんか今日はどんなことを教えてもらえるのかなっていう感覚で、はい、なんか出会いが初めての方とはね、どういう物事を教えていただけるのかなっていうような目線で縁を結ばしてもらっていることも多いと思います。はい、今思ったのが現代人っていうと振り返ったりしないからこそ気づかずに過ぎていくことも多いと思ったんですけど、やっぱり今できることとなると過去を振り返ってみるとかそういうことから始めた方がいいんですか？過去というよりも未来でしょうね。未来がそういうことで悩まない自分を成長させてくれてるための出会いと思ってもらえばいいんかなと思って、過去を振り返ってもこういうことを乗り越えたかったなとか、こういうことを失敗したなっていうことはいっぱいあると思うんですよね。だけど人と出会うことによって何か与えてくれるものは大きいんじゃないかなって。課題というか、だから私よく言うんですけど、災難、災いに難しいって書いて災難、私の場合は最高に難しいって書いて災難って読めっていうふうに伝えてるんですけど、だから最高に難しい問題なんですよね。嫌な人と出会ったりするっていうことはね。だから損するような出来事っていっぱいあると思うんですけど、でもそれは損に見えてる自分じゃないんかなと。だからそれを得に捉えることっていうのは難しいかもしれないですけども、でもそれをうまく乗り越えた時にはそれって得に変わってると思うんですよ。そういう出会いがあったからこそ、あの時は損した。だけど今となってみたら、その損した結果すごくそういう課題を乗り越えれる自分がいるっていうことは、そんなことでももう悩まなくて良くなった自分になってるっていう、それの方が自分は楽しみですね。だからその時は私も人間なんで損な気になるんですよ。うわ最悪やとか思う時もありますよ。だけど最悪やなって思ってるけど、それを乗り切った時にはね、なんか良かったなって、おかげさんやなっていうふうに思える自分を発見できた時が一番なんか楽しい、過去のおかげさまっていうのに気づけるっていう。だからその時はそんな気分になるかもしれないですけど、でも未来ではね、おかげさまっている自分になろうという心がけは常にしてます。はい。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。You leave me notes before you leave, and lipstick on the bathroom mirror. The way you love could part the sea. I'm thankful that you want me, dear. Do you think about how these paths all lead us to somewhere? Do you think about traveling and growing old? A couple of kids when I was holding your hair back. Now we got our own future, our own stretch of road. 皆さん動画をご視聴いただきありがとうございます。オンラインサロンご祈祷の予約、各種イベント等 YouTube の概要欄の方に貼ってございます。詳しくはね、そちらをご覧ください。皆さんとまたお会いできる時を楽しみにしております。ありがとうございました。